1980年代ポジティブパンクと言われたジャンルシーンがありました。発端は1983年イギリスの雑誌 NME が当時暴力的でネガティブに捉えられていたハードコアパンクに対して牽制するようにメディアに協力的でアート志向のバンドたちを取り上げ宣伝した時に使った言葉でした。その時ポジティブパンクと呼ばれたのはセックスギャングチルドレン、サザンデスカルト、エイリアンセックスフィエンド、スペシメンといったバンドで多くは退廃的なメイクや衣装、陰鬱であったりまたはホラー的な要素があったりといった特徴がありました。なのでその実際の音楽性とは真逆ともいえるポジティブパンクというジャンル名は本国イギリスでは全く定着せずすぐに忘れられてしまったようです。代わりに彼らの先輩格であるバウハウスやスージー&ザ・バンシーズらとともにゴシックロックというジャンルにくくられて定着していきます。一方日本ではポジティブパンクがポジパンと略されて使われ続け、少なくとも80年代終わり頃までは活発なポジパンのシーンがあったように思われます。というわけで今回は日本のポジティブパンク、ポジパン、今でいうところのゴシックロックの80年代黎明期からのシーンを見ていきたいと思います。まず日本のポジパンの草分けといえるのがオートモッドです。1970年代末、東京ロッカーズと呼ばれた東京のパンクシーンでワーストノイズ、ちょっと正式な呼び方がわからないんですけど、マリア023といったバンドをやっていたジュネが1979年秋から1980年中頃までイギリス・ロンドンに滞在し、帰国後新たに結成したのがオートモッドで、彼はバウハウスやクラスに多大な影響を受けたそうです。1980年の結成から1982年頃まではメンバーも流動的で不安定な状態だったようですが、82年末にギターに布袋寅泰、ドラムに高橋誠が加入。まだブレイクする前のボーイと掛け持ちでの参加でした。ちなみにベースはパーソンズの渡辺貢が少し前に加入しており、後にメジャーシーンで活躍する高い実力を持ったメンバーが揃いました。そして翌1983年にはファーストアルバムとなるレクイエムをリリース。これは83年5月に新宿ロフトでライブレコーディングされた音源に SE やコーラスをオーバーダビングしたもので、インディーレーベルのテレグラフより限定2000枚でリリースされました。ちなみに自分の持っているのは91年に出たリーシュー版の CD で、加えられていた SE などが省かれ本来のライブに近い音になっています。このアルバムでの一番の聴きどころはやはり布袋さんのギターでしょうか。エフェクティブでノイジーなプレイからギャングオブ4を思わせるキレッキレのカッティングまでハイテンションに弾きまくっています。バンド全体のテンションも高くてかっこいいですね。ジュネさんのボーカルは癖が強くて好き嫌いが激しく分かれると思いますが、オートモッドのデカダンでアングラな世界観っていうのは彼のものなので、その癖を許容できるかどうかがオートモッドを聴く一つのハードルになっているようには思います。自分も長らく苦手意識があったのですが、このアルバムのサウンドのかっこよさにやられましたね。オートモッドはその後1985年をもって解散すると期限を決めて凝縮した活動を行います。その一環としてシリーズギグ、企画ライブですね、時の壮烈というのを1983年12月から開始します。この企画の主な共演者としてサディ・サッツ、ゲイ・シュミット、マダム・エドワルダといったバンドが選ばれ、1984年7月にオートモッドを含めた4バンドでのオムニバスアルバム時の壮烈をリリース。これはサウンドマーケティングシステムというメジャーレーベルから出ています。これが日本のポジパン、ゴシックロックのシーンの中でもその存在を広く知らしめた記念碑的なアルバムと言っていいと思います。しかし当時はポジパンと一括りにしていましたが、今聞くと4バンドそれぞれ個性が違いますね。オートモッドはイギリスのポストパンクに影響を受けながらも
寺山修司などの日本のアングラ演劇の要素を感じるドロドロとした独特の世界観。サディ・サッツはアインシュチルツェンデ・ノイバウテンのようにメタルパーカッションを導入したインダストリアル系。ゲイ・シュミットは女性ボーカルでよくスージー&ザ・バンシーズを引き合いに出されますが、カチッとした硬質な印象を受ける演奏で、個人的にはドイツのエクスマル・ドイツランドを思い出します。マダム・エドワルダはデカダンな文学集とセックス・ギャング・チルドレンなどの影響を感じるポジパンど真ん中のサウンドという感じがしますね。この時の壮烈がリリースされたのと同時期、テレグラフ傘下にジュネによってヴェクセルバルグというレーベルが設立されます。オートモット、ゲイ・シュミット、サディ・サッツのシングルがリリースされた後、1985年3月にサディ・サッツのアルバムボックス・ウィズ・リトル・ドールがリリースされます。サディ・サッツは1982年結成、メタルパーカッションを取り入れたインダストリアルなサウンドに言語不明のボーカル、ライブではスライドを用いたり舞踏の要素を取り入れたパフォーマンスを行ったりしていたようです。で、このアルバムですが、まずこの想定に驚きますよね。これは限定3000枚だそうで、シリアルナンバーがあったり写真のフィルムがついていたり、アナログ2枚組になっているんですが、45回転と33回転が混在するという珍しい仕様になっています。想定デザインは和風のイメージを強く打ち出していて、それに引っ張られているのもあるのか、曲の方も金属的でノイジーなインダストリアルサウンドであるにもかかわらず、どこか日本の伝統芸能を連想するような独特で一種異様な楽曲群になっています。そして1985年5月にゲイ・シュミットのミニアルバムモダン・ジプシーズがリリース。ゲイ・シュミットは1983年に結成。ボーカル翔子の可憐さとある意味冷たさを伴うような孤高なイメージを前面に打ち出したバンドです。このミニアルバムではメロディアスでドラマチックな面が強く出ていますが、まだ洗練されていない感じで、自分は87年頃これ買ったんですけど、いまいちハマらなかったんですよね。しかし後に新シークレット&デザイアとかイカロス・ディセンディングをネットで聞いて、音楽的進化を続けていっためちゃめちゃいいバンドだったんだなと今更思って再評価しています。しかしゲイ・シュミットの CD とかめちゃめちゃプレミアがついていて手が出ないんですよね。状態のいいアナログ版をなんとか入手したいです。マダム・エドワルダは1980年ボーカルのジンを中心に結成。この時彼は16歳くらい、高校生だったそうです。時の壮烈に参加してヴェクセルバルグ系という括りに入れられていますが、実際はシティロッカーレコードというインディーレーベルから作品をリリースしています。これはファーストアルバムヒステリックな公爵夫人、1984年の作品です。ヨーロッパ的デカダンを志向していて、その表現方法はまだ荒削りだと思いますが、同時期の日本のバンドの中では一番と言っていいぐらいゴシックな世界観を追求しているように思います。サウンドについては先ほどポジパンど真ん中と言いましたが、アルバムを聴いているとアメリカのデスロックとも言われたゴシックロックバンドクリスチャン・デスの影響というか同時代性を感じます。オートモッドは1984年、ボーイの活動が忙しくなってきた布袋さんと高橋誠さんが脱退します。その脱退前にボーカルジュネ、ギター、キーボード、ドラムマシーン布袋寅泰、ベース渡辺貢というメンバーで録音され、1985年1月にリリースされたアルバムがデストピアです。時の壮烈と同じくサウンドマーケティングシステムというメジャーレーベルから出ていますね。布袋さん主導で作られたサウンドは後のボーイやソロアルバムに通じるものですが、ジュネさんのボーカルが乗るとドロドロとしたアングラ臭漂うものになっていますね。また曲の間に劇団演劇者灯籠のメンバーによるパフォーマンスが収録されています。ライブで展開していた演劇的要素が取り入れられ、オートモッドでしかありえない世界観が作り上げられています。ボーイの2人が脱退した後はボーカルジュネ、ベース渡辺貢、ギター友森正一、
ドラムに浜和樹、キーボード浅本博文、サックス河野俊明というメンバーで活動。1985年7月にはアルバムイースタニアをリリースします。このアルバムでは前編でインドのパーカッションタブラが使われていて、アジア的なエスニックなサウンドが展開されます。このエスのファンクサウンド、個人的にはすごく好きですね。呪術的な演奏とジュネさんのボーカルの野生味みたいな部分が触発し合って異様な世界観を作り上げていると思います。正直デストピアのサウンドはかっこいいけど布袋さんの色が強すぎるように思ったのですが、このアルバムを聴いてその異様なテンションに当てられたのか、オートモットの最高傑作はこれなんじゃないかなと思うようになりました。オートモットはレクイエム、デストピア、イースタニアの3部作を作り解散する予定でしたが、急遽もう1枚バイブルというアルバムを録音し、1985年10月にリリース。イースタニアと比べるとストレートな内容になっています。そして85年11月に後楽園ホールにて最後のライブを行い、オートモットは解散。ジュネさんはオートモットの活動と並行して自らの劇団バジワークシアターを旗揚げしていて、しばらくはそちらの演劇の世界で活動をしていきます。また一方でマダム・エドワルダは1985年8月に NHK で放送されたインディーズの襲来というドキュメンタリー番組にラフィン・ノーズ、ザ・ウィラード、有頂天らと共に出演。そこでボーカルのジンさんの発言が反感を買い、今でいうところの炎上をしてしまいます。それが原因かどうかは定かでないですが、1985年末をもって解散してしまいます。オートモットというシーンを引っ張ってきたバンドと将来性のある人気バンドマダム・エドワルダがほぼ同時期に解散してしまって、一説によるとポジパンのシーンは盛り下がってしまったとも言われます。しかしオートモット、ベクセルバルグ系とは別系統で活動しているバンドも存在していました。ニューロティックドールは1983年に結成。なんと現在まで一度も解散することなく活動を続けているそうです。正直マイナーな存在で、当時自分は存在を知らなかったように思います。しかし後に梶秀樹さんやディップの山地和秀さんが在籍したということで知ることになりました。この CD は1986年にリリースされたリビール、ケージという4曲入り EP にボーナストラックを加えたもの。後にいわゆる渋谷系の人としてブレイクする梶秀樹さんがベースを弾いていて、初めてのレコーディングだったそうです。山地和秀さんはこの CD の音源に参加してはいませんが、この中に歴代メンバーが書かれていて、見てみると1987年頃ディップ・ザ・フラッグのメンバー全員で参加していたようです。ディップ・ザ・フラッグはディップの前身になるバンドで、ゴス・ポジパンのシーンから出てきたバンドだったと分かります。で、リビール、ケージのサウンドですが、結構シンセを多用して荘厳なイメージを作り出していますね。デス・ラビリンスや白夜といった曲のおどろおどろしさはなかなかのものだと思います。パイディアは1980年にボーカルのギリーを中心に結成。当初はプログレ系のバンドだったそうですが、パンク、ニューウェーブへと音楽性を変化させ、1983年頃にはイギリスのポジティブパンクに呼応したサウンドになっていきました。その頃に後に YBO2 やルインズその他アンダーグラウンドシーンで活躍するドラムの吉田達也さんが加入しています。これは1985年にリリースされた唯一のアルバム In the Dark のリーシュの CD です。曲調はおどろおどろしいホラーテイストのポジパンですが、やはりドラムが手数が多くって強力ですね。激しくもテクニカルな演奏はポジパンの界隈では稀有だったと思います。そしてボーカルは高めの声で独特の節回しです。好き嫌いが分かれるタイプだと思いますが、緊張感のあるテンションの高い演奏が収められたこのアルバムは、日本のポジパンを代表する作品と言ってもいいのかなと思います。しかしおそらくパイディアは1986年には解散してしまったようです。その後吉田達也さんはルインズを結成、 YBO2 にも加入し、どちらのバンドも雑誌フールズメイトの編集長であり、
バンド YBO2 のリーダーでもある北村雅史さんが主催するインディーズレーベルトランスレコードから作品をリリースしていきます。そのあたりを境に日本のゴシックロック、ポジティブパンクのシーンはトランスレコード周辺が目立ってきたように思います。はい、というわけで日本の80年代のゴシックロック、ポジティブパンクの紹介、次回のトランスレコード編に続きます。ご視聴ありがとうございました。